モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー116新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキットガンダムアシュラ王を作っています。1993年に発売されたキット。まずは塗装その1軽装形態編です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ。少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのエルフィックフレッシュを下地に使いましたが、同じくベース塗装ではファレホゲームカラーのレッドホワイト、シタデルカラーベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤーホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかを用いています。伝説の大将軍編シリーズ第7弾。配色の複雑さもあり、シールはかなり多めです。メッキパーツは1つ、あとは白と赤の成形パーツ。シールに頼った色分け設定のキットだったので、塗装でカラーリングはなかなか先の思いやられるボリュームのあるペイント作業。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ、効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約70分でした。色分けの1色目は胴体に使った青です。シタデルカラーのベース、カレドールスカイです。青の成形カラーパーツはありませんので、白から青、赤から青への色分けになります。ベースの白があり、塗装ガイドがあるので問題なくペイントはできました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。ガンダムアシュラ王はアルビオンの国主正気ガンダムに代わって国王となったアシュラガンダムの新たな姿です。修行に訪れていた元武者フルアーマーガンダムである風神ガンダムを送りがてらアークの国へ立ち寄ります。気功弾を打ち出す能力を備え、必殺技豪華降臨山を放てるほどに成長します。メタリックの定番銀色です。ファレホのゲームカラーシルバー。頭部と武器はこの塗装パートにしたので、書撃の刃はこの塗料で塗りました。手の部分にシタデルカラーレイヤーエシングレイを使いました。この辺りも下地の白が効いて一発で色が乗っていきます。脚部とこれまでのはみ出し箇所に白を上塗り。ファレホのゲームカラーレッドホワイトを使用です。純白カラーです。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。ここで赤です。ファレホのゲームカラーブラッディレッドを使いました。色鮮やかな赤カラー。適度な粘性で重用している赤です。赤はもともと隠蔽力はそこそこあるカラーですが、今回は下地をしっかり入れているということもあって問題なく色が乗りました。
黒を使いました。ファレホのゲームカラーブラック。主にフェイス部分。目はシールを貼る箇所の下地としてペイントしています。そして金色です。シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーを使用。BB 戦士戦国伝のキットでは多用しているゴールド。粘性高く隠蔽力の強いカラーなので使いやすい。細かなところは極細筆を使い色をのせていきました。装備パーツであるキマイラの像はアシュラ王ら3人をパワーアップさせる強化パーツで、アルビオンに伝わる3つの獣の顔を持っている先人像です。正気ガンダムから領主の座とともに受け継がれます。キマイラの像も全パーツを過不足なく組める設定なので高効率な構成となっています。仕上げに入ります。彫りのある白パーツには陰影をつけるため、シタデルカラー、コントラスト、アポシカリーホワイトを水で溶いて流し入れるように染め塗りしました。もともとの白、赤の成形カラーをそのまま生かすパーツには、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果を表現する塗料種から、マットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。ハケで水で薄めてさっと塗っていきます。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートではまず軽装タイプを組み立てます。軽装タイプといっても頭飾りがついているので、色分けされると重装で見劣りはしません。パーツは2色の成形、メッキパーツプラスポリキャップとスプリング、シールが付属。進化前の姿、アシュラガンダムからは完全な新規造形です。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー116新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のガンダムアシュラ王その1の塗装の今回は軽装形態と書劇を作りました。次回武装パーツキマイラの像を作りキットを完成させます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録高評価引き続きの応援のほどよろしくお願いします。